ご視聴ありがとうございます。馴染みのお店ワールドインポートツールズさんで PB のフェアみたいなのをやっていまして、いくつかアイテムを新調してきました。スイスの老舗 PB のツール紹介したいと思います。1つ目、 PB のクロスハンドルロング六角棒レンチ 8mm。 私のオートバイ、六角穴付きボルトが多く使われていまして、6mm までは T レンチを使ってますが、8mm となるとさすがに道具の重さが気になって持ってなかったんです。ソケットレンチを使ってました。ただソケットは付け外しが面倒ですし、作業中に交換したソケットがバットの中でどっか行ったり、ポケットに入れていたのを忘れていたりと探していることが多く、時間のロスを感じてました。最近は締め付けにトルクレンチ使いますから、ソケットは必ず使うことにはなるのですが、緩め作業とか本締め前の軽めの締めにパッと使える道具が欲しかったので、 PB のこれを試してみることに。短軸が短めな L 字レンチにソフトグリップがついた道具です。全長は 200mm、 短軸側の長さは L 字部分で 80mm ほど。短軸のこの長さは特徴的です。ソケットでいうところのセミディープみたいな長さ設定で、 L 字レンチで手のスペースが確保しにくいとか、短すぎて障害に当たって使えない場面でこのクロスレンチは具合がよく、オープンスペース、開けた空間で使いやすい道具です。狭いところはハイトからたまに苦手。オートバイですとキャリパー外すとか、ハンドルの調整に使うとか、表側のメンテナンスをするのに使いやすい道具です。トルクはしっかりとかけることができます。長軸側で両手使って無理なく20ニュートンくらい、短軸側では50ニュートンほどかけることができました。トルク不足で悩むことはなさそうです。早回しは期待したほど得意ではありません。 T レンチみたいに弾いてギューンとは回りませんし、指でくるくる回すのもやりにくいので、シャンクつまんでやるくらいしかしないですね。片手作業もちょっと難しめ、握り替えないと連続して回せません。指でちょいちょい回すのできないこともないですが、ちょっといまいち。この辺はイメージと違っていました。それから気になったのは、短軸側でトルクかけた際に手のひらに角が食い込みます。一般的な六角レンチと同じ弱点を持ってます。最近は L 字のヘックス、痛くならないように角曲げしたものや丸軸の製品がありまして、そういった機能を当たり前に使ってたので、久々の六角形状にはおやっとなりました。 PB のクロスハンドル六角棒レンチ、 T 字レンチというよりは L 字レンチに近い道具と感じました。変わった道具っすね。何かに最適化がされてないというと印象悪く聞こえますが、特化しないことで何にでもふわっと対応する道具という感想を持ちました。ハマれば強い道具でしょう。用途に合いそうでしたらお試しください。2つ目、 PB のスタッピインサイダー。お尻部分にビット収納を持つスタビタイプのビットホルダーです。これは今回新調したってわけではないのですが、最近使うようになったので紹介をいたします。全長は 65mm、 25mm のビットをつけた状態で、長さは 83mm。 かわいいサイズのホルダーです。黒い部分をつまんで引き出すとビット収納が現れます。最大6本収納が可能。重量は収納するビットにより上下しますが、私のはフルスタック状態で 63g となってます。このサイズからお分かりかと思いますが、狭いところで使うとか、その小ささから持ち運びで有利とか、そういった用途の道具です。しかしこのサイズ感ですから、やはりトルクがかけにくく、私の用途では回せないネジが多すぎて持て余し気味だったんです。 EDC に使えず、普段使い道具にもちょっといまいちだったのですが、これにワールドインポートさんの渋1ヘックスを持つラチェットヘッドを組み合わせてみたら、とても使いやすくなったんです。コンパクト、ビットたくさん入るので多機能、トルクも10ニュートンくらいならかけられる。 EDC 携帯用道具としてとても使いやすくなりました。 PB のスタンダードインサイダーも良い組み合わせ相手ですが、長さが気になるって場合、こちらのスタッピインサイダーは良い選択肢となるでしょう。ネガとしては、全長が短いのでラチェットヘッドをつけた際に手のスペースがなくなってしまうことです。面に留まったボルトにアクセスがしづらいということも。
傾向性を重視するのでエクステを持ってくのはちょっと違う。50mm の長いビットは収納がそもそもできない。この問題については解決策が思いつきません。それから値段でしょうか。以前はこんなに高くなかったと思うんですけど、見た目に似合わず可愛くないお値段となってます。PB のビットは実売600円以上するので、それが6本入ってると考えると妥当なとことも思いますが、しかしそれにしても良いお値段とはなってます。コンペとしてベラさんから似たアイテムが出ています。これも値上がりしていますが、まだお求めやすい価格。スペック見ますと重量が 115g と重ためですが、機能としては似ています。ブランドへのこだわりがなければベラさんのも良い選択肢となるでしょう。PB のスタビーインサイダー。可愛いのでプレゼントにも最適。お手に取られてみてください。3つ目、PB のピックツール。PB の定番製品ですね。特徴としては固めです。先端が他社品に比べて曲がりにくく感じます。また先端は丸め処理にメッキ処理もされており、ピック対象を傷つけにくくなってます。オーリングやブッシングを再利用したいけれど外したいって時に活躍してくれる道具です。その反面、折れやすいとかメッキが割れてしまうと傷つけやすくなってしまいます。少し消耗すると一気にデメリットが目立ってしまう道具でもありますね。折れるときはまた前長が特になく、気づいたら先がないってことが多いです。今回新調しましたのはストレート形状のもの。先が少し曲がり、その部分のメッキが割れてしまったのか、爪が引っかかるレベルで表面がガサガサになってしまいました。柔らかい相手、ゴム系には傷を入れてしまいそうということで慎重です。PB の握り物は最近グリップ形状が新しくなりまして、旧モデルが若干セールになっていたので良い機会というのもありました。新旧というか旧と99を比べて気づいたんですけど、グリップサイズが変わっています。品番からも 5mm 短くなったのがわかります。これは最新モデルのエボも同じで 75mm となるようです。75mm となり、シチュエーションによっては力が入れにくくなったとは感じています。親指の付け根にグリップのお尻を引っ掛けて強めに使うことがあったのですが、75mm ですと絶妙に短くて手の座りが悪いように感じます。実際に使ってそこまで不満もないですが、先代の 80mm が個人的には好きでした。この変更はコストダウンのためなのか、先端を壊さない使い方にするための新設計なのか、どっちなんですかね。従来の 80mm タイプは PB のホームページによればマルチクラフトグリップタイプのみ継続。ただあれは独特な匂いが出ますのでちょっと選びにくいですね。このサイズ問題、手の大きな方はまた印象が違うかも。ご留意いただきたいポイントとなってます。PB のピックツール、定番商品が少し安くなってます。チェックしてみてください。ご視聴ありがとうございました。当チャンネルではこんな感じに道具の紹介をしております。お時間ございましたら他の動画も覗いていってみてください。皆様には再びお会いできますことを願っております。それでは次回まで。See ya。